こんにちは。日本語教師の鈴木です。この動画があなたの日本語学習のサポートになったら嬉しいです。今日は一本の藁というお話です。一本の藁、それはただの小さな藁でした。この藁を持った若者はいろいろな人に出会います。そして藁が少しずつ大きなものになっていきます。若者にどんな出会いが待っているのでしょうか。そして一本の藁は最後にどうなるのでしょうか。もしわからない日本語があっても大丈夫です。全部を理解しようとしなくても OK です。まずはストーリーの流れをつかみましょう。聞きながら知っている言葉を探してみてください。ローマ字字幕や英語字幕もあります。語彙リストやトランスクリプトもダウンロードできるので復習にも使えますよ。それでは一緒に聞いてみましょう。一本の藁、楠山正夫。昔、大和の国に貧乏な若者がいました。若者は一りぼっちでした。親も妻も子供もいませんでした。仕事もまだありませんでした。若者はだんだん寂しくなりました。だから観音様にお願いしようと思いました。そして大きいお寺のお堂に入りました。そこで観音様にずっとお願いしました。このままだと私はここで力がなくなります。そしてもう生きられないかもしれません。どうしたらいいですか？助けてください。夢に出てきて教えてください。夢を見るまでずっとここでお願いし続けます。その若者は観音様の前で両手を床について頭を深く下げました。それから何日も動きませんでした。お寺のお坊さんはそれを見ました。そして言いました。あの若者は毎日あのまま動きません。何も食べていません。彼があのまま亡くなるのはお寺にとって良くないことです。とぶつぶつ言いながら若者のそばに行きました。あなたはどこで働いているのですか？どこで食べているのですか？と聞きました。若者は目を少し上げました。そして言いました。私は運が悪いです。ですから働くところがありません。もう長い間何も食べていません。せめて観音様にお願いしたいのです。生きるかどうかはお任せします。
お坊さんたちはそこで相談しました。困りましたね。そのまま放っておけません。若者は観音様にお願いしています。だから、せめて食べ物をあげましょう。そう言ってみんなで順番に食べ物を持っていきました。若者はそれをもらって食べました。そしてずっと同じところで一生懸命お祈りをしました。それから21日が経ちました。その朝、若者は夢を見ました。観音様が祀られているところから一人のおじいさんが出てきました。そしておじいさんは言いました。お前は運が悪い。それは前の世で悪いことをしたからだ。だから観音様に愚痴を言うのは間違っている。けれども観音様はお前をかわいそうだと思っていらっしゃる。少しのことならしてやろうとおっしゃっている。とにかく早くここを出て行きなさい。ここを出たら最初に手に触ったものを拾いなさい。それがどんなにつまらないものでも大事に持っていなさい。そうすればそのうちお前の運は良くなる。さあ、早く出て行きなさい。そして若者は目が覚めました。若者はゆっくり起き上がりました。そしていつもの通りお坊さんのところへ行きました。お坊さんから食べ物をもらいました。それからすぐにお寺を出ました。その時、つまずいて転びました。道の上に藁が一本落ちていました。その藁を思わず手につかみました。若者は、なんだ、藁か、と言いました。それから捨てようとしました。しかし、その時、夢を思い出しました。手に触ったものは何でも大事に持っていなさいと言われたことを思い出しました。そしてこれは観音様からかもしれないと思いました。若者は藁を手の中に握って持っていきました。しばらく行くとどこからかアブが一匹飛んできました。ぶんぶんうるさく顔の周りを飛び回りました。若者はそばにある木の枝を折りました。その枝でアブを払いのけながら歩いていました。でもアブはどこまでもぶんぶん
ついてきました。若者は我慢ができなくなりました。とうとうアブを捕まえました。そしてさっきの藁でアブのお腹を縛りました。それを木の枝の先に縛り付けて持って行きました。アブは逃げることができなくなりました。ですから羽だけをブンブン動かしていました。すると向こうから女の人がやってきました。身分の高そうな人でした。牛車に乗って長谷寺へお参りに向かっていました。その車には小さい男の子が乗っていました。男の子は退屈そうでした。そしてキョロキョロ外の景色を眺めていました。すると若者が木の枝を持って歩いていました。枝の先にブンブンしているものがついています。男の子はそれを見て欲しくなりました。男の子はあれをちょうだいと一緒にいた侍に言いました。侍は若者に言いました。若様がそのブンブンしているものを欲しいとおっしゃっています。すみませんが、それを若様に差し上げてくれませんかと頼みました。若者は、これはせっかく仏様からいただいたものです。しかし、そんなに欲しいとおっしゃるなら、差し上げます。と言いました。そして素直にアブのついた枝を渡しました。車の中の女の人はそれを見て侍に言いました。まあ、それはお気の毒ですね。では、その代わりにこれをあげましょう。若者は喉が渇いたでしょう。これを食べてくださいと伝えてください。女の人は大きいみかんを3つ持っていました。そのみかんはとてもいい匂いがしました。それをきれいな紙にのせて一緒にいた侍に渡しました。侍はそれを若者に渡しました。若者は、おやおや、一本の藁が大きなみかん3つになりました。と喜びました。それを木の枝に結びつけました。そして肩に担いでいきました。すると、また向こうから一つ女車が来ました。今度は前のよりももっと身分の高い人のようでした。こっそりとお参りに来たようでした。大勢の侍やお付きの女性たちが一緒にいました。すると
その女性の一人が歩き疲れて言いました。もう一歩も歩けません。ああ、喉が渇いた。水が飲みたい。真っ青な顔をしていました。そして道に倒れそうになりました。侍たちはびっくりしました。どこかに水はないかと慌てて探し回りました。しかしそこには井戸もなく小川もありませんでした。そこへ若者がのそのそと通りかかりました。みんなは若者に、もしもし、この辺に水の出るところはありませんかと尋ねました。若者は、そうですね、この辺にきれいな水が湧いているところはないでしょう。どうなさったのですかと聞きました。ほら、あの女の人は歩き疲れて暑さで弱っています。水を欲しがっていて、今にも倒れてしまいそうです。おやおや、それは大変ですね。では、とりあえず、これでも召し上がってください。若者はそう言って、みかんを3つとも出しました。みんなはとても喜びました。早速みかんを剥いて、その女の人にみかんの汁を飲ませました。すると女の人はやっと元気になりました。まあ、私はどうしたのでしょう、と言いながらあたりを見回しました。みんなは女の人に話しました。私たちは水がなくて困っていました。そこに通りがかった男の人がみかんをくれました。だからあなたは助かりました。それを聞いて女の人は喜んで言いました。もしこの方がいなかったら私は生きられなかったかもしれません。そして真っ白で上等な布を3反出しました。本当はもっとお礼がしたいです。でも旅の途中なので何もできません。ほんの気持ちですが、これを差し上げます。と言って渡しました。若者はそれをもらって言いました。おやおや、みかん3つが布3反になった。と嬉しそうに布を脇に抱えてまた歩いていきました。次の朝、若者はまた昨日のようにぶらぶらと歩いていました。お昼近くになりました。向こうからとてもいい馬に乗った人が来ました。2、3人の付き添いの人を連れていました。若者はその馬を見ると、やあ、いい馬だなあ、と思わず独り言を言いながら
馬を眺めていました。すると馬は若者の前まで来て、急にばったり倒れました。そのまま動かなくなりました。乗っている主人も付き添いの家来たちも真っ青になりました。彼らは馬の鞍を外しました。馬に水を飲ませようとしました。撫でたりさすったりしました。でも馬はどうしても生き返りませんでした。乗り手はがっかりして泣きそうでした。近所の馬を借りて、それに乗ってしょんぼりと帰っていきました。その後から家来たちが馬の鞍や靴輪を外してついていきました。いくらいい馬でももう生きていないので担いでいくことはできません。使用人の男が一人残ってその馬を始末することになりました。若者はさっきからこの様子を見ていました。昨日は一本の藁がみかん三つになった。三つのみかんが布三反になった。今度は三反の布が馬一匹になるかもしれない。と思いながら、その使用人のそばに近づいていきました。もしもし、その馬はどうしたのですか？とても立派でいい馬ですね、と言いました。その使用人の男は、ええ、これは大金を出して買った馬です。はるばる陸奥の国から取り寄せました。これまでもいろんな人が欲しがりました。金はいくらでも出すから譲ってほしいとよく言われました。でも殿様が手放そうとなさいませんでした。それがひょんなことで馬は亡くなってしまい、元も子もなくなりました。まあ、皮でも剥いで、私がもらって売ろうかと思いました。でも、旅の途中では、それもできません。しかし、このまま道に捨てておくこともできません。どうしたらいいかわからなくて困っているところです。と言いました。若者は、それはお気の毒ですね。では、馬は私が引き受けて、何とか始末します。ですから、私に譲ってくださいませんか？その代わりに、これをあげましょう。と言いました。そして白い布を一反出しました。その使用人は、この馬が布一反になれば得だと思いました。そして早速馬と取り替えました。その上、若者の気が変わって馬の死骸と取り替えては損だと考えるかもしれない。布を取り返しに来ると大変だと思いました。
ですから、後を振り返らずに、さっさと走って行ってしまいました。若者は使用人の姿が見えなくなるまで見送りました。それからそこのきれいな水で手を洗い清めました。長谷寺の観音様の方を向いて手を合わせました。どうぞこの馬を元の通りに生き返らせてください、と目をつぶって一生懸命お祈りをしました。そうすると、その馬がふと目を開いて起き上がろうとしました。若者はとても喜びました。早速、馬の体に手をかけて起こしてやりました。それから水を飲ませたり、食べ物をやったりしました。馬はすっかり元気がついて歩き出しました。若者は近所で布一反の代わりに手綱と靴輪を買って馬につけました。そして早速それに乗ってまたずんずん歩いていきました。宇治の近くまで行くと日が暮れました。若者は夕べのようにまた布一反を出しました。それで一軒の家に泊めてもらいました。次の朝早くから若者はまた馬に乗って出かけました。京都に近い鳥羽まで来ました。ある家では家中で騒いでいました。これからどこかへ旅に立つようです。若者はふと考えました。この馬を京都まで引っ張って行って、もし知っている人に会って盗んできたと疑われたら大変だ。ちょうどこの家の人たちはどこかへ行くところらしい。だからきっと馬が必要だろう。ここで売る方が安心だ。そう思って若者は、もしもし、安くしますから、この馬を買ってくださいませんかと言いました。すると、そこのうちの人たちは、なるほど、それはありがたい。でも、安く売ると言われても、今はお金がない。その代わり、田んぼとお米を分けてあげることができる。それと取り替えるなら、馬をもらってもいい。と言いました。若者は、私は旅をしていますから、田んぼやお米をもらっても困ります。でも、せっかくおっしゃってくださったのですから、取り替えましょう。と、しぶしぶ言いました。そうですか。では、馬を拝見しよう。どれどれと、向こうの男は言いながら、馬に乗ってみました。これは素晴らしい馬だ。取り替えても全く惜しくない。と言いました。そして広い稲田とお米を
少しくれました。そして、ついでにこの家もあなたに預けます。遠慮なく住んでください。私たちはしばらくの間、遠くへ行って暮らさなければなりません。まあ、寿命があって、また帰ってくることがあったら、その時返してください。もし向こうで命が尽きたら、そのままこの家をあなたにあげます。私たちには子供もいません。だから、後でぐずぐず言う人は誰もいないのです。と言って、若者に家まで預けて旅立ちました。若者は思いがけず、いいものを手に入れたと思いました。そして言われた通りにその家に住みました。一人暮らしですから、しばらくはもらったお米で不自由なく生活できました。そのうちに人を雇って田んぼの仕事を任せました。広い田んぼの半分を自分の食料にしました。あとの半分を人に貸しました。そしてだんだんこの土地に落ち着くようになりました。秋になって稲刈りの時期になりました。人に貸した方の田んぼは普通ぐらいの収穫でした。自分の田んぼはたくさんの米が取れました。それからどんどんお金がたまりました。若者はついに大金持ちになりました。家を預けていった人も何年経っても帰ってきませんでした。そうして家もとうとう自分のものになりました。やがて若者は結婚しました。子供や孫にも恵まれました。そして賑やかで楽しい一生を送るようになりました。一本の藁がついにこれほどの幸運を引き寄せてくれたのです。これで一本の藁のお話は終わりです。このお話、少し難しい言葉もあったかもしれません。でも安心してください。これからこのお話をチャプターごとに区切って優しく解説する動画をアップする予定です。言葉の意味や文法のポイントを詳しく説明するので、もっと理解しやすくなります。ぜひお楽しみに。今日の動画が役に立ったら、ぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。